行列のできるお店の唐揚げよりも冷凍食品の唐揚げが好き。どうも、タイヤンです。オープニングの場所をこっちに変えました。前回の場所がどうしてもあれなんですよね。カメラが映り込んじゃうんですよね。で、今回作っていく料理なんですけど、ちょっと久方ぶりの中華なんてものを作っていこうかなと思います。もういつぶりでしょうね。多分麻婆豆腐以来でしょうね。で、数ある中華の中でも今回はですね、白米との相性が抜群にいいホイコーローを作っていこうかなと思いますね。キャベツが美味しい時期ですからね。で、今回おそらく調理編がすごく長くなると思うんですよ。なので前置きをあまり長くしたくないので、早速今日も作っていきましょう。こちらが本日のメイン食材のキャベツですね。いや、だいぶ葉物野菜も安くなってきましたね。こちらが今回1玉で98円でしたもんね。なんかちょっと前の白菜1玉400円の時代がなんか懐かしいですね。では野菜の下準備を始めていきます。で、今回はこのキャベツと、この後調理するこのピーマンに関してはですね、こういう風に三角形に切っておくと、なんかお店のやつっぽい見た目になります。大体中華料理屋さんのキャベツってこういう風に切ってあるんですけど、あれって、キャベツに火が通ると、こうくるっと丸まってくるんですよね。そうするといい感じに立体感が出て、高さが出るんですよ。盛り付けに。まあちょっとめんどくさいですけどね、切るのは。あ、ピーマンうまっ。さすがに生は辛い。これは生で食べるものじゃないですね。これから油通しっていうものをしていくんですけど、なんかテレビとかでよく見る油にこう具材をバッて入れるあれですね。で、この油通しって具材によっても調理によってもほんといろんなやり方があるんですけど、正直僕もそんなに油通し詳しいわけではないです。で、この油通しはなんでやるかっていうと、4つほど理由がありまして、まず1つ目が全体に均等に火を入れる。で、2つ目に具材の表面についてる余分な水分とかを飛ばすっていうのと、あと表面をコーティングして食材の水分が逃げにくくなるんですよね。あと栄養素も逃げにくくなるし。で、意外と思われるかもしれませんけど、表面を一気にカリッとしますんで、この後の調理で油を吸いにくくなるんですよ、食材が。だから出来上がりが油っこくなりにくいんですよね。ただ、
もう皆さん私の通り、こんだけ大量の油を使うっていうのと、あとめちゃくちゃ油が跳ねますんで、今日は動画だから僕はこれをやりますけど、普段だったら、こういった鍋にお湯を沸かして、沸いたお湯にお玉一杯分の油を注いで、再沸騰したらここに具材を投入して30秒ぐらい下茹でするような感じにしてあげると、なんか油通しと同じような効果があるみたいです。だから僕はいつもこんな感じにするんですけど、じゃあなんでこっちの油通しをするんやって話ですけどね。ちょっとカッコつけたかったんです。これで今全ての食材の油通しが終わったんですけど、本調理に入る前に今回使う調味料をご紹介しようかなと思います。こちらが今回の調味料のラインナップですね。こちらの方から豆板醤、豆豉、甘酒、甜麺醤、醤油、紹興酒。よし、噛まずに入れた。で、入れる順番としてはこちらから1、2、3、4、5、6っていう順番ですかね。で、こっちの甘酒なんですけど、本来はチューニャンっていう中国の発酵調味料を使うんですけど、なかなか手に入りにくいので、甘酒で代用って感じですかね。イメージ的に言うと、甘酒のもっと味が濃ゆくて、アルコール分が入ったやつって感じですね、チューニャンって。甘みとかを出してくれるやつです。で、こっちの豆豉は、よくスーパーなんかに売ってあるこういったものを細かくみじん切りにしたやつですね。実際はこういったニンニクとかラー油とか、あとは水溶き片栗粉とかも使っていくんですけど、そこは本調理の方でご確認いただければなと思います。では本調理に行きます。ここまでだいぶ僕長話とかもしたりしたんで、皆さんもだいぶ飽きてきてるだろうなと思いつつ、もう一品だけ料理を作らせてください。今回ホイコーローとご飯と、あともう一個汁物が欲しくてですね、一番最初に豚肉を湯がいた後のこれ、この茹で汁ちょっと冷まして表面に浮いた油を取った状態ですね。この茹で汁を使ってもう一品作っていこうかなと思います。ほんとパパッと終わりますんで。ここにも豚肉の旨味出まくってますんで、これを捨てるのはさすがにもったいないですよね。ちなみに今回のはちゃんとひげ根除去済みってやつですね。
というわけで無事に完成しました。ホイコーロー。なんかパソコンへのデータに行こうとかしてたら、重みでペチャッと潰れちゃいましたね。ね、なんか途中で調理編で、なんか三角形に切ったら高さが出てかっこよく見えますとか言ったくせにね。じゃあ、では早速食べていこうと思います。いただきます。やっぱ中華料理にはチンタオビールですよね。皆さんどうも一日お疲れ様でした。もう安定にすっきりうまい。じゃあ食べていきますか。本日の主役のキャベツたち。あ、やばい、これマジでうまい。マジでうまい。自画自賛が過ぎるかもしらんけど、うまい。今回どちらかというと、ちょっと甘みを出したかったんで、キャベツの。少ししっかりめに火を入れたつもりではあったんですけど、こんだけしんなりしてるんですけど、油同士の分け方なんかわからんけど、ものすっごいシャキシャキ感残ってますね。で、豆板醤の辛みがすごいね。めっちゃ辛いんですけど。豚肉がびっくりするほど柔らかい。あー、うまっ。で、何気に一番うまいのがここですよね。バウンドした後のご飯。行儀が悪いっていうのを承知の上でやってもいいですか？ホイコーローと白米の組み合わせは反則やわ。マジでうまいわ。やっぱホイコーローにはチャーハンじゃなく白米ですよね。もう豚の旨味がすごい。なんていうか鶏ガラとはまた違った旨味があっていいですよね。この茹で汁もね。はあ、やばい。汗がやばい。今風呂入ってないけどな、僕。後でもう一回入り直そう。でも残念ながらもうビールが終わってしまったので、今回料理で紹興酒を使ったので、どうせならなんか紹興酒のカクテルなんて作ろうかなーなんて。多分一番ド定番のドラゴンウォーターってやつですね。いやーもう安定してうまいね。では今回はこれが最後の一杯って感じですかね。
で、せっかくなので、もう結構冷めてきちゃってるので、一回これレンチンしてきます。よいしょ。よし、だいぶスッキリしましたね。では、毎度恒例のここら辺からラストスパートをかけていこうかなと思います。じゃあ、ラストスパートくそました。いやー、うまかったね。自分で言うのもなんですけど、なかなか美味しいものが出来上がったかなと思います。どうしてもこんだけの量を作っちゃうと、油がすごく浮いてるように見えると思うんですけど、これが一人前って考えたらそこまでの量でもないのかなと思ったりもしますんで、まあまあな出来やったかなと思います。やっぱ油通しをするしないで全然違ってくるんですよね、食感とかが。で、今回使った調味料とか食材とかも全部、ちょっと大きめのスーパーに行けば全部揃うようなものばっかりなので、比較的ハードルは低いのかなと思ったりもするんですけど、今回一番手に入りにくかったのがこれですもんね。チンタオ。このチンタオに関しては、近くの酒屋さんを何軒かぐるぐる回りましたもんね。それではですね、実を言うと、もう朝になってまして、今。ちょっと調理時間かけすぎましたね。もう眠気がピークで来ていますので、今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。